おはようございます。メリカミ太一です。今日はじゃがいもを使ってじゃがいものドフィン風ポムドテールドフィンを作っていきます。ベースになるじゃがいものピューレにパータッシュを入れて揚げた軽く仕上がったガルニチュールになっています。それでは始めましょう。まずはじめにパータッシュを作ります。パティシエで使うパータッシュとは違って砂糖が入っていないのと、デザートで使うパータッシュよりも硬く仕上がるルセットになっています。鍋の中に小さく切ったバター、塩、水を入れて火をつけます。バターを小さく切る理由は、バターを溶かすまでの間沸かす時間を短くするということです。水を長く沸かしてしまうと水分が蒸発して仕上がりに差が出ますので、バターは小さく切ってください。火加減は中火でいいです。沸いたらふるった粉を入れて、まず泡立て器を使って一塊になるまで手早くダマにならないように混ぜます。一塊になったら木べらに変えて乾かしていきます。この乾かすという作業の目的はまず2つあります。水分をある程度飛ばしてやるということと、先ほど入れた粉に火を入れてやるという2つの目的がありますので、木べらをうまく使って鍋底全体に生地が当たるような感じで乾かしていきます。このような感じに鍋底全体に生地が乾いてついたら火の入った証拠です。火が入れば鍋からボウルに移し替えます。粗熱が取れたら分量の卵を入れて混ぜていきます。このまま木べらで混ぜても構わないですし、泡立て器を使って混ぜても構いません。よく卵が混ざったらこれで完成です。普段よく見るお菓子のパータッシュ、シュー生地とは違ってかなり硬く仕上がっています。このルセットのシュー生地はファルスなどに使ったりとかする料理用のシュー生地のルセットです。続いてじゃがいものピューレを作っていきます。よく洗ったじゃがいもの細い面をまず1周エコノム皮むき器で剥いて、平らな面をじゃがいもとエコノムを動かしながら一気に上から下に剥いていきます。剥き終わったら水につけます。この後ピューレにするので大きさを揃えてじゃがいもを切っていきます。もちろんこの時大きさがバラバラだと火の入るタイミングがずれて生焼け、火が入りきってないじゃがいもをタミゼすることになります。そうすると粘りが出てしまいますので、できる限り大きさを同じにして鍋にじゃがいもと水を入れて火にかけていきます。じゃがいもが火が入ったかどうか確かめるには、包丁でじゃがいもを刺してじゃがいもの重さですっと抜ければ火の入った証拠です。火が入っていれば手早く水気を切ってください。そのまま置いとくとじゃがいもが水分を吸って水っぽいピューレになってしまいます。タミゼする時の2つのポイントです。まず熱いうちにじゃがいもはタミゼ、裏ごしていきます。2つ目のポイントはタミゼ、裏ごす時に押すような感じでじゃがいもを押し込むような感じで裏ごしていきます。これをもしじゃがいもを滑らしながら裏ごしてしまうとじゃがいもの粘りが出てしまいます。このじゃがいものアパレユですけども、もともとはコロケット・ド・ポム・ド・テール、じゃがいものコロッケのレシピになります。フランス料理よくある話なんですけども、このじゃがいものコロッケのレシピに今回のようにパータッシュを合わせるとポム・ド・フィヌなので、今回のこのポム・ド・フィヌはコロケット・ド・ポム・ド・テールから派生した一つのガルニチュールということになります。またコロケット・ド・ポム・ド・テールのルセットは概要欄に載せておきます。パータッシュとコロケット・ド・ポム・ド・テールのアパレイを混ぜていきます。またこれも分量をきっちり書いておきますので概要欄を見てください。大きいボウルにパータッシュを入れて、柔らかいじゃがいものピューレをちょっとずつ入れてダマにならないように混ぜていきます。
2つの硬さの違うアパレイユを混ぜる時のコツですけども、今やったようにまず硬いアパレイユに柔らかいアパレイユをちょっとずつ入れて混ぜていくとダマになりにくいです。最後に胡椒とナツメグ、ノアドムスカのラペですね、削ったのを入れてアパレイユの完成になります。それでは QEL スプーン2つを使ってクネルしていきます。クネルする時のポイントは、まず最初に分量を決めてスプーンで取ってやります。その後2つのスプーンをこのような感じに動かして、ラスト1回の時だけ QEL を水につけてこのような感じにして出来上がりです。170度に温めた揚げ油でじっくり揚げていきます。高温でさっと色をつけてしまうと中まで火が入りませんので、170度の温度でじっくり中まで熱く火が入るように揚げていきます。ここで味見をして、もし塩味が足りなければここで塩をしてください。揚げ物は揚げたてのうちに塩をしないと味が全体的になじみません。それではドレスで盛り付けをします。熱いお皿に先ほど揚げたてのポンムドフィンを並べて完成です。それではお疲れ様でした。ボナペティ。